本動画は9月20日より全世界で公開中の 3D アニメーション、トランスフォーマー ONE の本編の内容や結末に触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。みんなの英雄センチネルプライム。期待を裏切らない男だぜこいつは。歴代のセンチネルをリミックスして誕生した最悪のセンチネル。待て、世界を俺とお前とで支配しようじゃないか。上映前、ダメかな。上映後、ダメだ。生まれる前のトランスフォーマーからこぐ抜いて仮想民にしてクインテッサに渡すエネルゴン集めさせるとか、歴代悪役の中でもかなりヤベえ部類だった。いくらわしでもここまで流行らんぞ。目的はふるさと復活だった実写版がまだマシに見える。まさか最低センチネルプライムの座が実写から入れ替わるとは思わんかったよ。勝手にこぐ抜いてこぐなしは下級市民な。って教育して本人たちは抜かれたこと自体知らないとか怖いよ。アニメーテッドでもダークサイドムーンでも一応ふるさとを守ろうという意志はあるんだよねセンチネルプライム。1のセンチネルは私利私欲しかない。オリジナル13が死にました。センチネルのせいです。マトリックスが失われてエネルゴンが湧かなくなりました。センチネルのせいです。コブを持たないトランスフォーマーが生まれるようになりました。センチネルのせいです。お前さ。エネルゴン湧かなくなったのもセンチネルのせいなら採掘した貴重なエネルゴンをクインテッサに流して生活苦しくしてたのもセンチネルだからな。本当にどうしようもなくて逆に笑うしかない。キングオブクズすぎる。プライム殺害に関しては不意打ちに他人に押さえつけさせてとどめ刺すとか真っ向勝負皆無だせ。でもセンチネルはみんなを楽しませるエンターテイナーでもあるし。実写といい IDW といい1といい同じ名前の俺は嘆かわしいよ。真面目に上積みだよお前。クソみたいな性格になった理由もあるし打ち切りになったシーズン4で評価急降下の予定があったりとお前運がいいよな。いいよね。ルネチンセってセンチネル界ではまともな方だった。性格が悪いくらいでは太刀打ちできないくらい層が厚い。さすがの私でもそこまでせんぞ。クインテッサにひざまずいている時点でアニメーテッドや実写版より最低なセンチネルだった。センチネルとかいう無能。50サイクルも騙せてた上にプライムを倒せるパワーまで持ってるんだからむしろ歴代最高に有能なセンチネルだと思うぞ。あくまでセンチネルの中ではになるが。センチネルって長期的に見たらみかじめ足りなくなって破滅するのどう考えてたんだろう。コグなしを労働力なり何々で提供しだしたりするんじゃない。まあ逃げられると困るからスパークだけとかやるかもしれんが。顔からしてうさんくさいのずるい。センチネル見てると顔がうるさいってこういうのを言うんだなと思う。不意打ちでプライム刺したセンチネルの剣がダークサイドムーンセンチネルと同型のカッターナイフみたいな形の剣でそこ見ただけで、ああやりやがったセンチネルってなるのいいよね。剣モードとなぎなたモードのスムーズな変形かっこいい。バトルマスクつけた形態が良い感じにかっこいいのがなお立ち悪い。フル武装センチネルが地味にかっこいいのもムカつく。ちゃんと武装形態があったのラスボスっぽくて好き。センチネルは先民思想かな。先民の基準は何なんだろう。あいつプライム裏切りの時から後先のこと何も考えてなかったんじゃないかな。蓋を開ければあいつの支配体制っていつクインテッサに滅亡されても仕方ないくらいどん詰まりだったし。センチネルプライムの護衛隊は平気で殺してるけどトランスフォーマーじゃないのかな。初のアニメでもセイバートロンのコア守ってるガードロボは平気で倒してたしどこかに垣根があるんじゃないかと。潜在的に血の気の多い種族なんだろうということで。今年度ベストスワベ。令和最高センチネル。スワベさんの演技が素晴らしい。センチネルのジョンハムも自信過剰なイケメンボイスでよかったわ。ぴったり。スワベの過去キャラでもサイクズなのでは。でも見た目に関しては演じたキャラで上位に来るぜ。あの顎が一番まともに見えるなんて。センチネルって出てくるたびにプライムの面汚してる気がする。センチネルはプライム界のスタッフみたいでやんした。センチネルだと奴はプライムではない。完全にセンチネルプライム、自称、とはね。飛ぶ時も変形してなかったしメガトロナスのコブとも相性悪かったんだろうか。センチネルはプライムではない。いやメガトロナスのコブつけてるからプライム扱いにギリセーフなのか。独裁でもバレるまでみんな心からセンチネルに憧れて愛してるとか言ってたのがまた怖い。洗脳されっぷりから正直オライオンが真実を話しても嘘つきとしてボコボコにされるんじゃないかと内心ヒヤヒヤしてた。皆話を聞いてくれたのはお騒がせ者としてでもなんだかんだで顔と性格が知れてたのが大きかったのかな。メガさん間接的にセンチネルついでないってなった。
本人は全力で否定するだろうけど D ってこれ以上ないほどにセンチネルの後継者だよね。かつて自分が憧れた存在に近くなっていくのが美しい。センチネルさんほんと小悪党だったな。支配欲求を満たすためだけにプライムたちをはめたり、自分だけ良い思いをするためにクインテッサに尻尾振ったり。歴代最高クラスの小悪党のくせに被害は歴代センチネル最高クラスなのが厄介。たった一人のクズのせいで13プライムが全滅しました。更新できる気がしない。小悪党が小悪党ムーブしすぎたせいで滅亡の危機を迎える世界。笑えない冗談っすよ。センチネルの部下は意識してるのかわからないけどプライムのディセプティコンビーコンみたい。いろいろバレたらヤバいしほぼ手下かつ雑魚で意志の薄い奴らイメージにもなるビーコンにしてるのは納得いった。エアラクニットはなんでセンチネルにあそこまで従ってたんだろうな。自分も甘い汁吸ってたんだろうけどマトリクスがない以上エネルゴン枯渇するしキリがいいところでディセップに取り入ったりしねえだろうなとか思いながら見てたよ。エアラクニットさんめちゃくちゃ強くて活躍多いし満足したけど結局センチネルの用心棒的立ち位置のままだったのがな。センチネルの尋問シーンでもチラチラ表情変わってたからてっきりメガトロンに寝返るもんだとばかり。メガトロナスがプライムを裏切らない真っ当なプライムだったり、結構 TF ユニバースの中でも珍しい世界だよねワン世界。メガトロナスプライム自体はいい人っぽいの意外だった。最強のプライムだったので殺してコグを奪った。13人のごたごた要素サポートのセンチネルが一手に引き受けたおかげで全員偉大な先人だったね。どの作品の前日譚ってよりワンってシリーズの前日譚って感じ。こっからこのシリーズ続くんだろうなっていう、実際続くかはわからないけど。もはやセンチネルって単語だけでちょっと笑う。原作知ってるとセンチネルが唯一生き残ったプライムの下りで多分裏切ったんだろうなこいつって察せられるくらいかな。それ抜きにしても露骨に怪しかったけど、公式がやたら隠すから今回は大丈夫なセンチネルな可能性あるかも、とか考えてたのにこのざまだよ。最近オートボット側は支配階級が腐ってるってのはトランスフォーマーのトレンドだけど程度ってもんがあるだろとなるなワンセンチネル。キャラ的にはトイストーリーとかリメンバーミーとかアナ雪とかズートピアとかのディズニーによく見るタイプの偽善者系悪役だね。トイストーリー4の監督してた人が監督してるからね。吹き替え声優がセンチジジイと同じ邪悪なクマ。悪いマグニフィコーって感じだった。なんで地下に都合よくマトリクスの手がかりがあるんだよってなったけど普通に捨てて証拠隠滅しようしただけか。シンプルに貸す。あれ普通にセンチネル自身が持ってた通信機をことが終わった後ポイしただけだよな。センチネルのクソ野郎真っ二つにできたから満足した。ロビンマスク思い出した。センチジジイも今作のセンチ見たら真っ二つにしそう。大体それはセンチネルってやつのせいなんだ。過ぎてダメだった。映画一本の尺では動かすヘイト役をほぼスレガに押し付けてるから罪状がものすごいことに。全部こいつが悪いという話にしてファンからも文句出ないセンチネルとスタスクの余裕。貴重なトランスフォーマーの財産。いつかは性格も良くて主人公側についてるセンチネルも出る時が来るよ。